皆さんこんにちは、こんばんは、りょうです。今回はこちらの函館旅行の動画で少しだけご紹介しましたホテルについて詳細をレビューさせていただきます。函館滞在をラグジュアリーにしてくれるホテルだと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは早速行きましょう。今回ご紹介するホテルはこちら、センチュリーマリーナ函館です。ロケーション的には函館駅まで徒歩約5分、赤レンガ倉庫のあるベイエリアまで徒歩約10分の場所にあり、近くにはシーポート公園や函館朝市もあって、函館観光に最適な場所に立っています。さらにホテル高層階から眺める景色は圧巻で、今回私たちは函館山と函館港を一望できる最高の角部屋に宿泊しました。そして現在ホテルを増築中で、この部分には客室露天風呂や専用サウナを備えた特別室、レストランなどが加わり、今年の8月に巨大なリゾートホテルとしてリニューアルするようです。まさにイケイケのホテルですね。それでは中へ入りましょう。センチュリーマリーナ函館は2019年にオープンした比較的新しいホテルで、洗練されたデザインと上質なサービスが魅力のラグジュアリーホテルです。こちらの天井アートは豪華客船の船底を表現しているようです。ロビーラウンジではウェルカムドリンクも提供しています。また各通貨への両替機や PC ブースもあります。とてもスタイリッシュな建物で高級感漂うホテルですが、お部屋タイプは全部で20タイプ286室あり、リーズナブルなお部屋からゴージャスなお部屋まで幅広い層に利用されています。また1階にはワンちゃんと泊まれる客室もあるようです。それではお部屋へ行ってみましょう。今回宿泊するお部屋は13階ロイヤルフロアにあるため、コンシェルジュさんの案内のもとお部屋でチェックインとなりました。桜シーズンでロビーは大変混み合っていたのでありがたいですね。このホテルで一番広いお部屋だけあって、まるでアトリエのようなゆとりのあるエントランスになっています。それでは早速お部屋から覗いちゃいましょう。もはや何畳あるかわからない広さのお部屋ですね。そしてカーテンを開けると、函館山と函館港を一望できる大パノラマのコーナーウィンドウになっています。この極上景色を味わえるコーナーウィンドウのお部屋は唯一このロイヤルスイート1部屋だけです。1日1組しか宿泊できない、まさにプレミアのお部屋ですね。眼下にはイカモニュメントと青函連絡船記念館マシューマルのあるシーポート公園が広がっています。そしてこの埠頭は各国の豪華客船の停泊場所にもなっているようです。すごい景色に見とれてしまいましたが、ルームツアーを続けます。窓際は豪華な大理石カウンターになっていて、リラックスして景色を楽しめるスペースになっています。足元に間接照明のついた巨大なソファー。夜お部屋の明かりを消したら夜景を背景にムードある演出になりそうですね。ダイソンのファンヒーターまであります。そしてこの背面のカウンターにはいろいろなものが隠れています。こちらの冷蔵庫の中に入っているお飲み物はすべて無料でお召し上がりいただけます。在庫があり次第ですね、おかわりの方もご自由でございますので。北海道産牛乳やソフトドリンク、アルコールも用意されています。こちらはサービスのチョコレートです。この他ワインボトルやウイスキー、スナックも用意されていますが、こちらは有料になります。この冷蔵ワインも有料ですのでご注意ください。そしてなんとベッドからも景色を一望できるようテレビは格納されていました。とても考えられた仕組みのお部屋ですね。お次はベッドを見てみましょう。このお部屋にはなんと幅1600のクイーンサイズベッドが2台配置されています。ダブルベッド2つでもかなりゆとりがあるのに超ゴージャスですね。マットレスも高級感があって気持ちよかったです。そしてこの景観です。
確かにテレビはちょっと邪魔になりますね。ベッドスペースの裏にはカウンターテーブルがあって、ワークスペースなどに利用できるようになっています。そしてこちらにはコーヒーメーカーがあって、なんと12種類のコーヒーを入れることができます。さらにコーヒーカプセルの下には紅茶なども用意されていました。このカウンターでオリジナルクッキーと一緒にコーヒータイムもいいですね。お次は収納を見てみましょう。大きなウォークインクローゼットになっています。館内はこちらの館内着で移動できます。そして大浴場へ行く際のタオルセット、ランドリー袋も用意されています。キャリーケース用の棚もあって、ケース内の出し入れも楽になりますね。そしてバスローブと寝巻きも用意されていました。それではサニタリーを見てみましょう。サニタリーに入ると、まず左手にトイレがあります。タイルで仕上げられたおしゃれトイレですね。そして反対側にはゆとりあるダブルの洗面台があります。男性用化粧品に女性用は石器製です。タオルもたくさん用意されていますね。そして正面の窓からは函館山と函館市街が広がっています。こんなロケーションのお部屋はそうそうないですよね。シャワールームも広々としています。オーバーヘッドシャワーにミラブルというウルトラファインバブルのシャワー水栓まで完備されています。どこまでラグジュアリーなんでしょう。そしてこのホテルにはなんと自家源泉の温泉がかけ流されています。鉄イオンを含んだ塩化物泉のため、色は茶褐色でかなり塩分濃度が高くしょっぱいです。ただし硫黄は含まれていないので無臭です。それでは温泉ソムリエとして温泉成分を解説させていただきます。こちらがセンチュリーマリーナ函館の温泉分析所です。まずはじめに源泉はこのホテルの地下から湧出しています。泉温は58度で少し厚めの源泉です。湧出量は1分間に323リットル。これは1日でドラム缶2300本分が湧出している計算になります。水素イオン濃度は pH6.2 の中性なので刺激はそれほど強くありません。そして注目すべきはここからです。温泉に含有している鉱物成分がキロあたり 1000mg を超えると単純温泉以上の療養泉となり、特殊な適応症が認められます。そしてこちらの成分は 26,000mg とかなり濃度の高い温泉で、お体への吸収力もすごいです。これは北海道三大温泉郷の一つ函館の名湯湯の川温泉の鉱物成分が約 8,000mg ですので、その約3倍の成分濃度になります。この話は長いのか？いえ、もう少しで終わります。泉質名はナトリウム塩化物強塩温泉で、保温効果が高く神経痛や冷え性、切り傷などの適応症があります。そしてこちらの分析書には特に謳っていませんが、かなり美肌効果のある温泉でもあります。クレンジング効果のある炭酸水素塩に加えて、保湿効果のある塩化物泉や硫酸塩まで含まれているので、お肌の角質を落とした上に保湿成分で覆うという完璧な美肌泉質です。極めつけは天然の美肌成分であるメタケイ酸の量が 130mg もあるので、強烈な保湿力のスーパー美肌温泉になります。実際湯船に浸かっているとぬるぬる度が半端なく強力な温泉であることが実感できます。かなり厚めの源泉なので湯もみや加水で温度調節が必要ですが、濃厚な温泉なので加水しても全く問題ないですね。ごちゃごちゃうるせえ。はい、すいませんでした。叱られてしまったので能書きはこの辺にして、お次は館内散策へ行きましょう。まずやってきたのは2階フロアにあるお土産屋さんです。ここではホテルオリジナルスイーツや雑貨など、ここでしかお買い求めできないお土産を多数取り揃えています。北海道のアイドルシマエナガのグッズやおしゃれな衣類、マグカップや陶芸品まで販売しています。ワンちゃんも宿泊できるホテルですので、ワンちゃん用ご飯も販売していました。
その他白い恋人や高級ジャムなどを購入しました。またこちらにはいろんな厚さや硬さの枕を貸し出しするピローズバー、そしてお部屋での滞在や睡眠を快適にするアロマバーもあります。お次は14階のスパへやってきました。なんとこちらには函館ラーメンやウニ丼、箱焼きというタコではなくイカの入った明石焼きなど軽食が食べられるお店があります。大浴場は撮影禁止でお見せできませんが、巨大な内風呂にはもちろん自家源泉がかけ流されていて、函館港を眺めながらゆっくり温泉を楽しめるようになっています。また内風呂フロアから階段で15階へ上がるとホテル最上階の天空露天風呂があります。屋根もなく超絶気持ちの良い高層階の露天風呂で昼も夜も素晴らしい景色を眺めることができます。もちろんサウナも完備された完璧なスパです。そして湯上がりにはこちらのおしゃれなラウンジでくつろげるようになっています。夕食はホテルではなく市内の海鮮料理屋でカニ料理を食べましたが、このホテルには今年7月に海鮮炉端や炭火焼きのレストランもオープンするようです。そして函館山の夜景を堪能した後はホテルのバーでカクテルをいただきます。13階ロイヤルフロアのお部屋へ宿泊すると、こちらのバーで北海道産クラフトビールやワイン、カクテルなどを無料で楽しむことができます。メニューもかなり豊富なので満足できると思います。少し酔ってしまったのでシーポート公園まで散歩に来ました。いい雰囲気ですが、少し暗い上に手すりも何もないので、飲みすぎた時は危ないので来ない方がいいですね。そしてお部屋からの夜景はかなりロマンチックでした。朝の散歩がてら函館朝市を見学した後はホテルで朝食をいただきます。これは LED 栽培の無農薬野菜ですね。かなり期待できそうです。センチュリーマリーナ函館の朝食はビュッフェ形式で、その豪華さと多彩なメニューで多くの宿泊者から高い評価を受けているようです。また体に優しい朝食をコンセプトに地元の新鮮な野菜や魚介類を使用し、健康志向のメニューが充実しています。朝7時でも大変混雑していますが、私たちはロイヤルフロアに宿泊しているため優先的に個室へ案内していただけました。かなり混んでいて撮影は大迷惑でしたので、ビュッフェフロアは雰囲気だけお届けします。料理の種類は150種類以上もあり、連泊しても全てを味わうことは難しいようです。人気がすごすぎて撮影できませんでしたが、ここの海鮮丼は新鮮なイクラ、サーモン、マグロ、ホタテ、イカなどを自由にかけ放題で有名のようです。とりあえずサラダと焼きウニギリに特製出汁をかけた出汁ウニギリ茶漬けを取ってきました。そしてロイヤルフロアに宿泊するとビュッフェとは別に特別メニューを1人2品注文することができます。私たちが注文したのは中トロ、ホタテ、ボタンエビ、アワビのお作り、北海道産牛ロースのステーキ、ズワイガニの入った特製エッグベネディクト、そしてフレンチトーストです。ビュッフェも美味しいですが、この特別メニューはかなり特別感を味わえていいですね。またこちらはアサリの味噌汁で熱々を味わうことができました。いやー、それにしてもまるでコースディナーを食べているようなすごい朝食でした。はい、以上がセンチュリーマリーナ函館のレビューでしたが、いかがでしたでしょうか。函館山と函館港を一望できる唯一無二の絶景、スタイリッシュで充実した館内と客室、北海道の旬を味わい尽くせる豪華な朝食ビュッフェなど魅力あふれるホテルでした。またマニアも納得すると思われる素晴らしい自家源泉の温泉はホテル最上階の天空露天風呂で楽しめて、まさに贅沢なひとときを過ごせる極上のリゾート施設だったかと思います。函館観光にも便利な場所にある人気のホテルですので、眺望の良いお部屋をご希望される場合はお早めの予約をお勧めします。そして今後も素敵なホテルや観光地を頑張って投稿していく予定ですので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンをお願い申し上げます。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。